は。あ、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。楽しみにしてました。やっとこの日を待ちわびておりました。普段はちょっとキッチンカーで仕込みやってるんですけど、暑いんで今日は特別に仕込みできる場所を借りておりますんで、そこに車も置いてますから一緒に乗って行きましょうか。はい、お願いします。もう生地だけ配合はしてますんで、これでだいたい15人分ぐらい。これね、小麦粉が普通のクレープ屋さんが使ってる小麦粉じゃないんですよ。実はワッフル屋さんが使ってる小麦粉を使ってるんで、他のところで食感は違うと。ちょっとまたいきます。有塩で雪印です。シュガーバターの塗るときは無塩で。この卵、池田のすぐそこのスーパーしか大阪で卸してないんです。まだ溶かしてるんですよ。混ぜすぎないことですね。でこのバターの入れるタイミングですよね。もうすぐめっちゃ熱い時に入れないと生地が理想の生地にならないんで、松葉はもともと生地がやっぱ柔らいんで、冬みたいに一生懸命やると全然あかん生地になっちゃうんで。やりすぎるともうサラサラになるんで、そうですね、もちもちですね。この時にちゃんと混ざりきってないので、ヘラでもう一回ちゃんと軽く混ぜて整えます。短くて2、3時間寝かしといた方がグルテンいい感じで発酵するんですよ。で、もともと昨日夜中に仕込んだやつがあるんで、それで生地作った方が美味しいと思います。そうですね、その方がすごいグルテン発生してめっちゃいい感じで、焼き台の上でボッとこう真ん中に卵焼きみたいな感じで乗るんで回しやすいんですよ。今のやつですぐやるとまだサラサラなんでちょっと難しいですね。
リンゴは僕サンふじ使うんですけど、砂糖がめっちゃ相性いいです。このお砂糖が溶けるぐらいまでちょっと沸騰します。このコンポートはお客さんとのコラボ商品。もともとホイップにかけて、でリンゴを詰めて蜂蜜かける。ほんまに昔のカレーライスのリンゴとモコの集めてあるじゃないですか。あのイメージで作ってたんですけど、提供したお客さんがもうちょっとこうしたらいいのにっていう話になって、リンゴパイみたいにしたらいいんですよって言われて、で、あ、なるほどと思った時にパイを砕いて入れて、カスタードさらに追加してやると食感がリンゴパイみたいになってたんです。リンゴコンポートカイっていう名前にメニュー名変わってるんですけど、あれは良かった。もうちょっとやってきたんで弱火にします。ちょっと5分弱煮込んで、あと冷やしたら冷蔵庫に入れて終わりです。数そうなんですよね。言われます。今回何年目ですか？かまして揚げてるんですけど、それでもまだこうなってるんで焼くのも大変なんですよ。調整が大変なんですよ。こっちに流れてるのをこっちに上げて流れないように、鉄板の上に生地を流した時にピタッと真ん中で止まってくれるのが一番回しやすいんですけど、こう流れてるとはもう回せないんで、その調整が難しい。これチーズフォンデュを作る機械なんですけど、板チョコも溶かせれるんです。でこれをホイップの上に素材入れてかけたら、ちょうど提供し終わったぐらいにいい感じにパリパリにチョコレート。
これが昨日の晩に仕込んだやつで、グルテンが発生するって見たじゃないですか。こんななる。めっちゃこう気泡が小さいやつが出て、もうこんだけ出てるん上に出てきてるんで、それを混ぜて均等に入るように。薄くじっくり焼くことで全体がパリパリになってます。あ、これね、は江坂公園で僕のクレープを初めて気に入ってくれて、その日のうちに3回も来てくれて、で私実はバンドやってましてって話になって、そうやったら T シャツあってくださいよって言って購入させてもらって、でこれを江坂公園とか吹田では着るように、白とピンクと。ほんでね、これちょっとまだサインしてもらってないんですけど、サインできるところもあるぞって、その方にしてもらいたいなと思って、あかりさんって言うんですよね。ちなみに難波で12月の28日やったと思うんですけど、ライブハウスでもう出店させてもらうことになって、ライブハウスを初めて、ライブハウス自体初めて行くんですけど、ちょっと楽しみなんですよね。はい、ちょっといろいろ準備しないといけないので、これが皆さん大好きなんで。色がいいですね、今回は。出方によって変わるんで、
ます。初恋のバラ出来上がりました。どうぞ気をつけてください。僕はもともと警察官です。大阪府警で27年間、仕事させてもらいました。でもその辞める5年前にちょっと嫁さんと、仲が悪くなって別居生活始まったんです。でその時に今まで制限されてた趣味を解放しようと。何しようかなと思った時に YouTube 見てるとキッチンカーでクレープをやってるっていうのを発見して、食べたこともなかったし、食べに行こうってなったのがきっかけなんですよ。でそこからいろんなところに数珠つなぎでクレープ屋さん巡るようになって、もう大阪飛び越えて近畿も制覇して愛知行ったり東京行ったり福岡も行ったりとかしたんです。その中でもともと自分がちゃんと退職したら飲食かなんかしたいなと。まず頭に浮かんだのはパン屋さんやった。パンが好きなんで。でもクレープの方が好きになってしまったんで、同じ小麦粉のつながりやし、それやったら好きなクレープ屋さん始めようかなと思って決意したんですけど、本当は今のキッチンカーじゃなくて店舗を構えてスタートしたいなと思ったんですけど、やっぱり店舗やっても自分の認知がないのであかんなと。ならラーメン屋さんじゃないですけど荷車引きながらね、勉強しながら修行して、である程度お客さんが増えたら店舗を持って将来やろうかなっていう流れで今頑張ってます。これはいろいろ巡ってた時に僕はインスタを今やったことなかった。せっかく回ってるんやったら各店舗の紹介をしたいな。でクレープがこんなに美味しいんですよっていうのをみんなに伝えたかったのでインスタグラムを始めました。でそこから発信する上でいろんな人と出会って、ちょっとずつ上達してやってた時にちょうど4年ぐらい経って TBS の番組から DM が来たんですよ。でそれでお話聞かせてほしいっていうことで話をしたら、オーディションをかけて豊さんを出したいってなったらまた連絡しますって言って、なぜか僕が残ってしまったっていう形です。もう超有名な「マツコの知らない世界」でクレープの世界っていうテーマで出たんですけど、まだその時はキッチンカーが出来上がってなかったので、パリパリ系の生地のクレープ屋さんを紹介するという形で出演させてもらいましたね。生地だけ味わう、はい、バターも砂糖、はい。
っぱ美味しいんですよ。ミックスフルーツ2つです。ありがとうございます。お待たせしました。どうもありがとうございます。あんまりね、この出店土日はほぼほぼお誘いです。私にとっては女子をきれいにするメイクと同じ。ちょっと皆さん言ってるあ、経費がね、かかるんで。だからいわゆるだからマーガリンとかみたいな感じ。はい。準備してる今日やったと思って来てます。私にとっては女子をきれいにするメイクと同じ。ちょっと皆さん言ってる全部美味しかったです。この裏面も綺麗に。やっぱね、グラム数測る。これがいいっていう人、お客さん多いです。こんにちは。出来上がりました。ブリュレです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。すみません。やっぱり美味しい。ありがとうございます。ブリュレ久しぶりです、私。そうですよね。この前マンゴー食べて美味しかったです。全部美味しいです。私にとっては女子をきれいにするメイクと同じ。ちょっと皆さん言ってる皮がもちもちして、下まで何かが入ってます、絶対。食べていったら、あ、こんなん出てきた、こんなん出てきた。そこがすごい。だからで一番下の一番重なってるとこはすんごいもちもちして、ここ大好きです。ここ最後。多分どこのクレープ屋さん、僕が回ってる限りやってないと思うんで、女の子と子供さんにめっちゃ喜ばれます。このチョコホイップも人気です。ちなみにこのお菓子尽くしはその日によって購入の品物なんて変わります。お菓子尽くし出来上がりました。どうぞ。はい、ありがとうございます。
ちなみに初恋のバラはいちご味です。今回はパイン味です。バラと違ってひまわりの場合、表面は平らにします。こっちの方が誰でもできると思います。ちなみにこれは僕が編み出したひまわりです。絞り方あるんですけど、これは僕が勝手に作りました。これはパイン味の葉っぱで花びらです。ひまわりのポイントは花びらがあっちゃこっちゃ向いてるんで、綺麗に作るよりファジーに作った方が実物に似やすいです。ひまわりできました。どうぞ。基本あんまり僕惣菜食べないんで想像がつかないんですよ。美味しいんかな、どうなんやろなと思ったんですけど、出来上がって試作で食べたら美味しいやんなって。これでブラックペッパーが結構パンチ効くんですよ、炙って。はい、できました。どうぞ。アルミホイルはバターが垂れてくるんで垂れないように中に入れます。それぞれお店によってアルミホイル入れない人と入れる人もいますし、中にはビニール袋で入れて、で最後にお子さんがチューチューするためにっていう人もいます。僕のはちょっとシュガーバター形が皆さんと変わってて、塩水のふっくらさせるシュガーバターになります。
なので見た目がすごいいいと思います。シュガーバターできました。どうぞ。熱いんで気をつけてください。今キッチンカーですけど、やっぱ将来は、店舗持ってちっちゃいお店でもいいんで、やれたらなと思ってます。最近までそうやったんですけど、もう一個段階上がってできたら大阪と大好きな第二の故郷って言ってる愛知にももう1店舗できたらいいなっていうのが、僕の目標です。いやもうそれはさっきのお客さんもそうですけど、自分の作っていただいたやつを美味しいって言ってくれる一言と笑顔になってくれるのがやっぱりめちゃくちゃ嬉しいですね。個人事業主じゃないですか。前は公務員やったんですけど、意外と休みがあるよって言ってる割には休みの日でももう買い出し行ったり営業かけたり、いろいろしてるので、意外とそれがしんどいなって感じました。でも好きなことやってるんで、全然しんどいですけど楽しいんで頑張れてるんかなって思います。はい、今の生活の方がめっちゃ楽しいです。やりたいことやれるんで、この今のキッチンカーっていうのはやっぱ自分が考えてそれをそのまま実行できて、失敗できようが成功しようがやっぱそれがすごいもう幸せですね。はい。豊かなクレープは、やっぱり生地が、ちょっとこだわり持ってますんで、僕の格言の一つでクレープは生地が命、これをモットーに作っていきますんで、ご来店の時は生地を楽しみでよろしくお願いします。ありがとうございました。